バンライフって何それっていう感じやったんですけど、なんか海外のソーシャルメディアで商用のバンを改造して家みたいにしてる人たち見て、いいなーって思い始めて、でしかもそのバンで世界中旅行して、で世界中旅行するのも羨ましいけど、自分で作った家どこにでも持っていけるってことにめっちゃ憧れて、で気がついたらずっとそのこと考えてて、もう四六時中そのこと考えるようになって、ほんで気がついたらアメリカでバン買っててほんで買ったはいいけど DIY 経験ゼロ、どうするんってなって、で工具何も分からへんから工具握る前に、死ぬほど YouTube 見ましたね。で見た後速攻 Amazon とホームディーポで基本的な工具と、あと断熱材とか、あと木とかいろいろ買いまくりましたね。もうなんか何回ホームディーポと家の往復をしたかちょっとわからないぐらいですね。で初めは5ヶ月ぐらいでできんちゃうかって思ってたんですけど、結局8ヶ月かかって、空の状態からこの今の状態まで持っていったんですけど、いやもう本当に学ぶことの多い8ヶ月間でしたね。でフルタイムで旅をしながらここに住むっていうことで、DIY をする上で意識していたのが、なるべく普通の家みたいに快適に過ごせる空間を作りたいってことでした。で譲れないポイントが2人ともまずしゃがまずに中で立ち上がれることで、だからこのハイトップって言われる背の高いフォードトランジットっていうバンを選びました。でこういうなんか結構大きいバンを購入できるのが、アメリカならではっていうところだったので、そこは良かったですね。Hello! ゆうこです。エリックです。カナダからアルゼンチンにかけて、このバンで旅をしている今真っ最中です。自分たちで、DIY をした2018年フォードトランジット、名前はバーニーちゃんと言いますに住み始めて1年になります。今はメキシコのサンクリストバルにいます。で今日はいわゆるそのバンツアーと称して中がどんな風になっているのかをご紹介したいと思います。エリックは今日カメラマンですじゃあ行きましょう。一番初めに目に入るのがこのボックスなんですけど、普段はシューズボックスとして利用しています。実はこのボックスの一番下にディーゼル暖房が隠れています。暖房はスイッチをオンにすると、この通気口から暖かい空気が出てきます。私がもう一つ活用する方法としては、こうやって座って、ここで本を読んだり、歯磨いたり、ちょっとしたくつろぎスペースになっています。で、ボックスの前に見えるのが、スリッパとかビーチサンダルといったすぐ突っかけて出れるようなものが入っています。で、その上に小物入れがあるんですけど、これはオアハカで買った、オアハカはクラフトで有名なメキシコの街なんですけど、そこで買った小物入れです。で、そこにトイレットペーパーとか、車の鍵とか除菌スプレーとか外出時に頻繁に持って出るものをここに収納しています。ではキッチンへようこそ。まずこのカウンタートップなんですが、もともとは大きな1枚の木だったんですが、私たちでそれぞれサイズに合うようにカットしました。
で素材はウォルナット、くるみ材ですね。でもともとこの木の色は白っぽい感じの色だったんですけど、何度かオイルを塗り重ねていくうちにこの好みのブラウンカラーになりました。次にこの壁にタイルに見えてると思うんですけど、見えてるといいな実はこれシールです。このシールを貼るのがすごい苦労しました。シンクはキャンピングカー専用のものを作っているルバティさんというブランドのものです。一番トップにまな板があって、2層目にお皿を乾かすラックがついています。幅はあまりないんですが、結構深さがあるのでお鍋とかフライパンとかとても洗いやすいです。これはルバティさんじゃないんですけど、この蛇口は動くようにもなってて、こうやって取り外して伸びるようにもなっています。でお水を出す時は、このポンプオンにするとこうやって水が流れるようになってます。シンク下のキャビネットにお水のタンクがあります。こっちが綺麗なお水が入っている方のタンク26リットルです。こっちが、汚い方のお水が流れ込むタンク20リットルです。で、一番端っこにあるのが私たちのガスストーブです。ガスストーブはキャンプ用のでおなじみのコールマンのストーブです。ガスタンクから出ているホースをつなげて料理をしています。キャンプ用のストーブなので室内で料理したり、あとは野外で料理したりしています。上部のオープンキャビネットにコーヒーと、あとはフルーツとベジタブルがいっぱい入ってます。コーヒーはチアパスさんのコーヒーです。毎朝このグラインダーを使って豆をひいてコーヒーを作っています。次に蓋付きのキャビネット。ここにドライフード一式入ってます。お米とかお豆とか、あとはパンとか、あとは非常食のコリアンラーメン、コリアンヌードルも常に常備しています。その他の引き出し類なんですが、こっちの一番端っこに、調味料類がお醤油とかが入っていて、あとは電気圧力鍋が入っています。で、真ん中の引き出しに、こっちは布巾とか、あとはフライパンとか、そういったものが入っています。一番端っこ、こっちはフォークとかナイフとかそういうカトラリー類が入っています。一番大きな引き出しに入っているのが冷蔵庫です。この冷蔵庫は一見クーラーボックスに見えますが、12ボルトのれっきとした冷蔵庫です。大容量で42リットルあります。ちょっと冷凍庫がないのが残念なのですが、とても重宝しています。で、こっち側のカウンターの引き出し、一番上に一番よく使うもの、パソコン類とか、あとはケーブルとかそういったものが入っています。あとガス警報器も毎晩使用するので、これも入っています。真ん中にカップ、お皿、ブレンダー、コースター、ランチョンマットなどが入っています。一番下の引き出しには、お掃除とランドリーに関するものが一式ちょっとごちゃごちゃしているんですが入っています。
カウンター上にあるこのちっちゃい子はスパイスラックです。もともと予定はしてなかったんですが、余った木でおまけで作りました。中にも収納がこんな感じであります。おまけと言っておきながら結構使用頻度が高いのですごく気に入っています。これ実はそんなになんか予定してなくておまけで作った感じなんですけど、ロンリープラネットっていう英語圏では結構有名なガイドブックがあるんですけど、でそれを中米から南米、メキシコからアルゼンチンまで一気に一気買いしたので、大人買いですねしたので、それが収まるブックシェルフ作りたいなと思って、作りました。だから高さこのロンリープラネットにぴったりになるようになってます。でもまあ今では他の日本語の本入れたりとか、他の英語の本入れたりとか、あともう細々したものを全部なんか突っ込みまくっていて、なんかもうロンリープラネット専用じゃなくなってるんですけど、結構使用頻度も高くて私たちは気に入ってます。天井には換気扇を取り付けています。でこの換気扇にはインとアウトっていうボタンがあって、空気の入れ替えをこうスムーズにできるようになっています。で私たちはバンの後ろ側に2つ窓を設置しているので、窓を開けて換気扇をオンにしていると空気の入れ替えがスムーズにできるので、暑い日とかでもあまり苦しまずに済んでいます私たちの電力は太陽光から賄っていて、バンの屋根に2つソーラーパネルを設置しています。でそこから入ってくる電力をチャージする12ボルトのバッテリーが3つこのベンチ下に入っています。では私の一番のお気に入りのスペースでもあるリビングスペースのご紹介をします。このリビングスペースで、ご飯を食べるのはもちろんのこと、バンでだいたいいるときはだいたいここに座ってくつろいでます。で、このリビングスペースは夜になるとベッドモードになります。っていう感じでちょっとしたエクササイズなんですけど、っていうかだいぶしんどいと思うんですけど、このベッドからリビングからベッドスペースに変更っていう作業を毎日行っています。で他のカスタムバンだと、パーマネントのベッドを設置する方がすごい多い中で、なんでこんなめんどくさい構造にしたのかというと、やっぱり小さい空間なのでバンの中入ってすぐベッドっていうのがすごい嫌で、日中はリビング、寝る時はベッドみたいなメリハリが欲しいっていうわがままな理由でこのレイアウトにしました。スペースの有効活用ということで、リビングスペースになっている時も気持ちよく動きたかったので、このラグーンテーブルって言われるものを採用しています。かなりフレキシブルに動くので、立ち上がる時とかも邪魔にならずに立ち上がれるのでとても気に入っています。テーブルトップはプライウッドをカットしてオイルを塗ったものを取り付けています。各ベンチ下にもそれぞれ収納があって、ちょっと前にもお話しした電気系統のものだったりとか、あとはドライフードの予備とか、あと工具類、キャンプ用具なんかがそれぞれベンチ下の収納に入っています。これでバンツアーは終了です。いかがでしたでしょうか。
もちろん私たちはDIY の経験ゼロのど素人なのでもちろん完璧じゃないところはたくさんあると思うんですけど、私たちでさえもうああすればよかった、こうすればよかったって思うところは結構あるんですけど、そのなんか完璧じゃないところも結構一個一個愛着が湧いてるので、このままこのバンで、私たちの小さな家で旅は続けようと思います。もし興味のある方はインスタグラム遊ぼライフフォローしていただくのと、あと、このチャンネルをサブスクライブしていただけると嬉しいです。じゃあまたね、バイバイ。またね。See ya